日プ新世界の第1回順位発表式が放送されました。皆さんの推しは何位でしたか？残念ながら推しが脱落してしまった方も別の形でいつか再開できることを願っています。今回は第1回順位発表式で判明した加重ルールや日本・海外ポイントの比率による分類とタイプ別の戦略、第4話でパフォーマンスをした練習生は不利説をデータで検証します。そして毎回実施している推しカメラの各指標との相関分析の結果もお届けします。最初に投票システムの仕組みです。公式から発表されていたのは日本 70%、海外 30% の加重方式というルールのみで、具体的な計算方法は公開されていませんでした。しかし今回の順位発表式で公開されたデータから3つ判明したことがあるので順番にご紹介します。発見1、公開されたトップ50位の全員のデータで日本ポイント、海外ポイント、ベネフィットの合計が総合ポイントとぴったり一致することを確認しました。例としてきなりさんの数字を見てみると、日本ポイント足す海外ポイント足すベネフィット表の合計が総合ポイントと一致します。トップ50全員で同じ計算をしても差分は小数点レベルだったので、総合ポイントの構成式が確定しました。発見2、発見1に付随してベネフィットはポイントに換算することなく1票1ポイントとして加算されていることが分かりました。ベネフィットの内訳はこちらに記載の通りです。きなりさんの例だと個人票40票とフリーパート票が合算されて345票が最終的なベネフィット票数でした。そしてその345票を日本ポイントと海外ポイントに合算すると総合ポイントと一致しました。つまり1票1ポイントで加算されていたということです。ちなみにトップ50位以内ではベネフィットを除いたポイント数で順位付けしても順位は変わりませんでした。つまりグループバトルのベネフィット数は順位を動かすほどの規模ではなかったと言えると思います。発見3、ここが今回最大の解明ポイントです。日本 70%、海外 30% の加重方式をどう適用しているかについては2つの解釈があり得ました。しかし今回海外 70%、日本 30% で再計算されたグローバルランカーの順位も公表されたため、逆算した結果カテゴリー正規化型による計算で順位が合致しました。つまり海外票が少なくても海外票全体は強制的に 30% に正規化され、日本票が多いほど海外1票あたりの価値が高くなる仕組みです。投票システムの詳しい解説は過去に公開した動画をご覧ください。ここで気になるのが日本1票と海外の1票それぞれどのくらいの価値があるのかという疑問です。カテゴリー正規化型の特徴は実際の票数が日本と海外で偏っていてもシステムが強制的にプール比を70対30に揃える点にあります。例えば日本票が多く海外票が少ない場合でも、その逆の場合でも日本票全体は 70% のプールに、海外票全体は 30% のプールに正規化されます。その結果日本票1票と海外票1票のポイント換算レートが変わってきます。海外票が少なければ少ないほど海外1票あたりのポイントは大きくなります。ただし実際の日本対海外の票数の内訳は公式から発表されていません。公開されているポイント情報のみで直接逆計算はカテゴリー正規化の性質上不可能なため、日本投票者数、レミの利用率、海外投票者数の3つの軸で複数パターンで試算しました。まずは前提条件です。日本は1日最大2票、海外は1日1票なので、日本票が海外票より少なくなる可能性は低いという制約をまずつけます。さらに日本票単体で総票数を超えることは不可能という制約もつけます。その結果、日本票総数の範囲は約2885万から4121万票になります。これをもとに各投票パターンで必要な日本投票者数の範囲を計算します。その結果がこちら。過去シーズンの投票者推計に最も整合するのは全員が1日1票投票したパターン。ただしレミの投票を実施する人が1人もいないのは考えにくいので3パターンとも検討します。次に海外投票者数の仮定です。前提条件1に加えて Mnet プラスの第2話の累計視聴者数が放送日の実績で4万人弱だったという情報をコメントでいただきましたので、その情報も参考にします。ただし視聴者数が累計である点やアーカイブ視聴者数が不明なため海外投票者の規模は広めに検討します。2つの前提から出した組み合わせはこちらです。グレーアウトしているのは数学的に成立が不可能な組み合わせや日本票が海外票よりも重くなるという今回の前提と矛盾する組み合わせです。以上のことから今回の前提条件では海外1票の価値の倍率は日本1票の約 1.2 倍から 12.9 倍、中央付近の想定だと2倍から6倍になります。あくまでこの前提条件であればの話で、実際の日本対海外の票数の比率によって大きく変わる点はご注意ください。またここで間違えてほしくないのは、海外票だけでカテ
てるわけではないということです。海外1票の価値が高くても日本票の絶対量が少ないと最終的な順位は上がりにくいというのが今回の順位発表式で見えたことです。逆に日本票が多くてもトップ12入りは可能で、5.3涼河さんがその例です。海外票は順位を押し上げる補正として効くものの、ベース部分は日本票が握っているという構造を念頭に置いて推しの投票戦略を考える必要がありそうです。続いて日本と海外それぞれのポイント数トップ20を見ていきます。日本ポイント1位はきなりさん、海外ポイント1位はよしきさん。このランキングから言えることが4つあります。1つ目、海外ポイントと総合ポイント順位の差は日本側の約3倍以上。松田大我さんは海外ポイントでは16位なのに総合ポイントでは35位、差が19位あります。一方、リュウジさんは日本ポイント17位、総合は23位で差は6位。海外側のギャップが約3倍以上大きい結果になりました。これは海外プールが 30% と小さいために海外票の差が視野に大きく反映されやすい構造、つまりカテゴリー正規化による70対30の効果の表れです。海外の1票が日本1票より高い価値を持つ仕組みがランキングのギャップに現れている例と言えます。2つ目、ただし海外票だけで総合順位トップ20には届かない。注目すべきは海外順位トップ12の千里さん、アーチャーさんが総合順位ではトップ20圏外ということです。つまり海外票の価値が大きくても規模差をカバーするほどではないことを意味しています。3つ目、日本順位トップ12は全員総合順位トップ13位以内に入っている。日本票は順位のベースとして必須で、日本票の規模なしには総合順位トップ圏に入れない構造と言えます。4つ目、松田大我さんは海外票特化型の典型例。松田大我さんは海外順位16位で総合順位が35位です。海外比率は 48.2% で50名中最高。もし日本票の規模がもう少しあれば海外票の価値によって総合順位が大きく上がる可能性があったと考えています。この後のタイプ別の戦略にもつながりますが、海外特化型の練習生は日本票獲得が順位アップの手段として有効に働く可能性があります。生存が決まった50名全員の個人ポイントに占める海外ポイントの割合を見ると、おおむね4つのグループに分かれます。海外特化型、個人ポイントの 35% 以上を海外ポイントが占めるタイプで、12位以上と26位以下の二極化が特徴的です。12位以上は日本票を増やすことでランクアップを狙えると考えており、逆の強みを持つ日本特化型の練習生のファンダムと協力して投票し合うなどできると良さそうです。13位以下は日本票もですが、まず投票数の規模が必要です。日本票獲得のための布教の強化が必須となりそうです。海外多め型、トップ12が最も多く分布しているタイプです。加藤大樹さん、ゆらさん、シンヘンさん、アダムさんはバランスが良い練習生と言えます。12位以上はバランスは良いので、いかにこの投票規模を維持できるかが重要です。油断せず投票を呼びかけ続ける必要がありそうです。13位以下は既存ファンの維持に加えて新規獲得が必要だと考えています。また海外比率を上げるのも今回の投票システム下では効率よく効く可能性があり、海外布教に注力するのも手です。26位以下は両方のファンの規模拡大が必要です。海外少なめ型、個人ポイントの15から 25% を海外ポイントが占めます。12位以上はトップ12位に入れる日本票の規模はあるが、海外票の動きによってはランクダウンもあり得ると考えています。逆の強みを持つ海外特化型や海外多めの練習生のファンダムと協力できると良さそうです。13位以下は海外票獲得でランクアップを狙いつつ、日本票の規模の拡大も必要です。日本特化型、海外ポイントが 10% 未満で日本票がメインです。12位以上と26位以下で二極化しており、中間はＩＳＳAさんのみです。12位以上は海外 70% ルールの適用範囲によっては危なく、グローバルランカー順位ではランクインの難易度が上がります。日本票の維持と海外票の獲得が必要で、海外特化型の練習生のファンダムと協力できると良さそうです。13位以下は規模拡大と海外票獲得がダブルで必須です。すでに戦略を立てて動いている方もいるかと思いますが、日本と海外どちらに強いのかによって推しの応援の仕方も変えていく必要がありそうです。パフォーマンスの放送が遅い練習生は不利なのではと以前から思っており、今回第4話でグループバトルのパフォーマンスをした練習生は不利だったのかを実際のデータを使って検証
をしてみました。まず3話と4話の投票締め切りまでの時間を確認します。3話は投票締め切りまで約 7.5 日、4話は投票締め切りまで約 4.5 時間、締め切りまでの時間の差は約40倍。3話組は放送後に1週間以上の票獲得チャンスがあった一方、4話組はほぼ即座に投票が締め切られています。3週目中間順位から第1回順位発表式までの順位変動を3話組と4話組で比較しました。3話組は平均でプラス 3.7 位、半数以上が順位を上げました。一方、4話組は平均でマイナス 3.7 位、72% が順位を下げています。差は平均で 7.4 位。4話組が不利説は本当だったと言えるのではないでしょうか。特にボーダーラインから下の順位ではこの影響が大きく、最大上昇の練習生は第3話から、最大下降の練習生は第4話から出ています。ベネフィットによる効果についても確認しました。3話組と4話組のベネフィット数を比較すると、3話組の方が約2万票多かったようです。ただし差分は全体投票の約 0.05% とかなり小さく、実際のポイント差も数千ポイントあることが多いため、順位を動かすほどの規模ではなかったと言えます。つまり4話組が不利だった主な理由はベネフィットではなく放送タイミングの差だったと結論付けられます。ただしトップ12位以内では影響は限定的でした。上位層は番組開始から蓄積されてきた票数が多かったため、4話組でも順位を維持できています。ボーダーライン以下にいた練習生ほど放送タイミングの差が直撃したという構造です。第2回投票では票数がリセットされるため状況が変わる可能性があります。今後の順位変動に注目です。4話放送前後のテーマソング推しカメラのいいね増加数はヒューゴさんがダントツで1位で2位の2倍という伸びでした。ところがヒューゴさんの公式順位は77位。コメント欄ではコマをキーワードにしたミームが急速に広がり、コメント熱量が爆発していたのですが、50位以内に入るほどの順位変動を起こすには残念ながら時間が足りなかったようです。藤巻大河さんはいいね数の増加が12位でしたが、順位は36位でした。ただ3話以降に見つかった練習生は投票締め切りまで1週間程度しかなく、投票してくれるファンが増えても第1回順位発表式までに順位を大きく上げるというのは難しかったと思います。今は投票がリセットされて再スタートとなっているので、次の順位変動に注目しています。藤巻大河さんのファンダムの濃さ、熱量は非常に高いのですが、投票ではどうしてもファンの規模が必要になります。新規ファンの獲得、ファンダムの規模拡大が鍵になりそうです。続いて推しカメラの各指標が公式順位とどのくらい連動していたのか相関分析の結果です。今回は YouTube のテーマソング推しカメラ単体と Mnet プラスのグループバトル推しカメラ単体、2つの動画の合算の3パターンで累計と複数の期間で比較しています。結論から言うと、第1回公式順位を最も強く予測していた指標はテーマソング推しカメラの第1話放送日以降のいいね増加分とグループバトル推しカメラ公開後の累計いいね数を合算した値でした。これは番組放送中に両プラットフォームでどれだけいいねを伸ばせたかが実際の順位と連動していたと言えます。テーマソング単体で見ると累計より増加分の方が相関が強い、直近エピソード以降の増加よりも第1話以降の累積増加の方が強いという傾向は続いています。今回新たに発見したのは、公開からわずか5日間のグループバトル推しカメラの累計いいね数がテーマソング推しカメラ2ヶ月の累計と同等の予測力を持っていたことです。さらにテーマソング第1話以降の増加分とグループバトル推しカメラ公開後の累計を合算するとテーマソング単体よりさらに強い相関となりました。これはテーマソングとグループバトルが完全に同じ情報を測っているのではなく、補完的な情報を持っているということを示しています。また4話放送から投票締め切りまでの数時間でいいね数を伸ばしたトップ12のうち5名が公式順位もトップ12位以内だったことから、4話放送前後の伸びはほぼすでに上位だった練習生に集中していたことが分かりました。つまり新規層が一気に駆け上がる構造ではなく、既存の上位層がさらに票を厚くするパターンだったと考えられます。今回の分析のまとめです。投票システムはカテゴリー正規化型でほぼ確定。ベネフィットは1票1ポイント。トップ50位以内では順位を動かさなかった。日本票、海外票どちらに強みがあるかで戦略が変わる。4話組は平均で 7.4 位下がり、投票において不利だった。公式順位を最も予測したのはテーマソングとグループバトル推しカメラ合算のいいね増加数だった。第1回順位発表が終わり、第2回投票がスタートしています。第1回で苦戦した4話組や新たに加わる新規ファンの動きが順位を大きく動かす可能性があります。引き続きデータで追っていきたいと思います。今回の分析はいかがでしたか？感想や分析リクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。